おい木村、どうせお前の派遣契約来月までだろ。社長権限でお前の更新はなしにする。事実上のクビだ。社長はそう言って俺の方を見るとガハハと笑った。俺の担当していた契約をいきなり切った上に、派遣だからといって速攻クビだなんてひどすぎる。文句の一言も言ってやりたい。だけどどうしようもない。俺がここで抗議したとしても彼が言うように俺は所詮派遣。そうですか。ならそうさせていただきます。諦めたように静かに言うと、ははは、大変だな派遣社員は。後で泣きついてきても知らんからな。社長はそう言って見下して笑った。俺の名前は木村悟、25歳の派遣社員だ。とある事情があって正社員ではなく派遣社員として働いている。俺が今勤めている会社はある家具メーカーだ。最近は家具といえば自分で組み立てる商品を売っている店も多いが、うちの会社はそういう店とは差別化する戦略をとっていて、品質のいい木材を使ったオーダーメイド家具の販売や修理交換などのアフターサービスを丁寧に行うことでファンを獲得しているのが強みだ。また店ではお客様にとって気軽に楽しめる場所であるよう、月に一度絵画展やペルシャ絨毯の即売会、アクセサリーを作るイベントを開催するなど数々の催しを行っていた。そのため安くて自分で組み立てるタイプの家具が人気の今の時代でもファンがついてお客さんから愛されている。俺がこの会社に派遣で勤め始めたのは2年前からだが、一緒に働いている人たちはみんな楽しそうにしていたし、社長も自分の仕事に熱心でいい会社だと思った。ところがそんな会社に急に暗雲が立ち込めるようになってしまったのだ。きっかけになったのは社長の病気だ。1ヶ月ほど前に社長が急病で倒れ入院。今も予断を許さない状況が続いている。そんな中、社長の息子が社長代理として役職に就いたのだが、これがとんでもないくせ者だったのだ。名前は今野正也という。年は30歳で結婚しているというが、落ち着きも貫禄もない。何でも社長はずいぶん前に夫人を亡くしており、息子である彼は甘やかされて育ってしまったそうだ。人に対して上から目線で物を言ったり、威圧的な態度で脅したりするのが習慣となっているようだった。だから彼が社長代理に就任したことは、俺たち従業員にとって恐怖政治の始まりとなってしまったのだ。この会社は派遣や女ばっかりで使えねえな。いいか、お前ら、俺が正式に社長になったら使えねえやつは即刻クビだからな。ほら、特にお前、木村、お前みたいな無能派遣は一番にクビだ。俺はよくこんなことを言われた。いびりの格好のターゲットになっていたのだ。どうやら今野は派遣や高卒、シングルマザーなど立場が弱い人をいびるのが大好きらしい。毎日のようにオフィスで嫌味を言われるので、職場の雰囲気が悪くなり、従業員たちの覇気も失われていった。問題はそれだけではない。よーし決めた。今日からうちの家具屋はセレブレーションに改名する。今の時代にこんの家具なんて名前オワコンなんだよ。もっとこう強気で目立つようなのじゃないとな。それは社名の変更となると株主に聞かなくては。俺がそう言うと、うるせえな。何が株主だ。そんなもん知るか。派遣がいちいち口出しすんじゃねえよ。思いつきでこんなことを言い出して周りを振り回したり。おい、顧客に対して購入した家具の修理交換は原則不可にしろ。それからカーテンの取り付けや家具の配達料も値上げすることにした。いや、社長代理、それはさすがにまずいですよ。うちの店は丁寧なアフターケアが売りで、特にご年配の層から支持を得ているのに、いきなりそんなことをしたら客が離れてしまいます。俺が反対すると、バカ野郎、
そんな甘ったれたことを言っているからモンスターカスタマーに突き上がられるんだよ。何がご年配の方だ。年金を貯め込んでるジジババじゃねえか。いいか、俺は今は社長代理だが、親父がくたばったらこの会社の社長なんだよ。だから俺の言う通りにしろ。こんなことを言って会社の方針を強引に決めてしまうのだった。後で知った話だが、今野はもともとはデザインに興味があって家具デザイナーになりたかったようだ。だけど芸大受験に失敗。プライドがとてつもなく高い彼は他の大学を受験したり予備校で浪人したりすることもしなかったそうだ。それでいて就職もしないでプラプラしていたらしい。見かねた父親が知り合いのデザイン事務所にコネで働きに行かせたそうだが、そこで出会った派遣社員に自分のデザインを注意されたことに癇癪を起こして暴行事件まで起こしたことがあるという。なんとも困った人間だ。ちなみに派遣社員の俺に対して今野の風当たりが厳しいのはどうやらこの過去の出来事のせいらしい。とにかくこのような今野の横暴な振る舞いのせいでうちの会社はこの数ヶ月でサービスの質が悪くなり売り上げが下がってしまった。だけど今野は自分の裁量が悪いからだと認めることができない。そこで彼は売り上げが落ちたのは従業員の俺たちのせいだと言って営業や店舗に対して厳しいノルマを掲げ、達成できなければ給料を返還しろなどと社員を恫喝した。そんなことをするものだから労基から何回か事実確認の電話があったりもしたが、今野はビビる様子もなくあっけらかんとして自身の態度を改めることはなかった。こうして労働環境がどんどん悪くなる中、俺は仕事を続けていたのだが、ある日とんでもないことが起こったのだ。俺が休憩から帰ってくると、おい、木村、お前が留守の間にお前の知り合いの外国人の会社から電話が来たからお前の代わりに取引中止だと断っておいたぞ。という今野。は？待ってください。それってまさかペルシャ絨毯のバイヤーのアリさんじゃないでしょうね。ああ、そんな名前だったかな。ケロリと答える彼の言葉に俺は凍りついた。なんてことをするんですか。あそこの絨毯は普通じゃ手に入らない品物で、俺が頼み込んでやっとうちの会社に入れてもらうようにしたのに。今野が勝手に取引中止にしてしまったアリさんという人はペルシャ絨毯のバイヤーだった。日本にいる絨毯バイヤーの中では5本の指に入るだろう。業界では有名な人だ。彼は何十年も日本で仕事をしていて、イランの工房から質の高いペルシャ絨毯を提供してくれている。俺はそんな彼に2年前から何度も営業して、今年からやっとうちに絨毯を提供してもらえるようになったのだ。アリさんの工房の絨毯は大人気だから手に入りにくい。普通だったら新規の店と契約は結んでくれない。だけど何度も足を運んでお願いする俺の姿に関心を持って、ついに絨毯を提供してくれるようになったのだった。そんな大事な取引先を何の相談もなく勝手に取引中止にするなんて。だけど今野は自分の行為に対して何も思っていないらしい。俺の怒りを感じると逆に面白がっているようで、ははは、まあいいじゃねえか。絨毯なんてどれでもいいだろう。何がペルシャ絨毯だ。月に1回の催しのためだけにあんな古臭い店と付き合っているお前の気が知れねえぞ。どうやら今野は家具屋の社長だというのに物の価値が何も分かっていないらしい。ペルシャ絨毯といってもいろいろ種類がある。すべてが超高額のものばかりじゃない。若い職人が練習で作った座布団サイズの絨毯とかもあって、そういう手が届きやすい値段の商品をアリさんの会社はうちの会社に優先的に提供してくれていたのだ。実はこれがうちの店のファンでいてくれている女性客に大変人気があり、絨毯の催しがあるときはいつも大盛況だった。またアリさん自身も催しに参加してくれて、日本の客に絨毯の絵柄や色の意味、ペルシャの文化を分かりやすく教えてくれた。彼の話は面白いので
異文化の話を聞きたくて催しに参加してくれる日本の大学生などもいたくらいだ。そのことが SNS でも広まって、うちの店に人が集まる理由にもなっていた。だから絶対に縁を切ってはいけない人物だったのに。俺が抗議すると、ガタガタうるせえな。もう決めたことだ。取引中止と決めたら取引中止。だいたいお前派遣だろ。あの絨毯の会社のことでブツブツ言うなら。そうだ、お前この会社辞めちまえよ。どうせお前の派遣契約来月までだろ。社長権限でお前の更新はなしにする。どうだ。彼はそう言ってガハハと笑った。彼の態度に唖然とする俺。取引先との契約を勝手に切った上にクビだなんてひどすぎる。どこまでも嫌がらせをすることしか考えていない人物だ。俺は不快感でいっぱいだった。文句の一言も言ってやりたい。だけどこういうことになってしまった以上どうしようもない。俺がここで抗議したとしても彼が言うように所詮派遣。たとえ派遣会社に抗議して会社に置いてもらう措置を取ったとしても、今野がこれからも俺が会社に居づらくなるように画策することは目に見えている。もうやめるしかないだろう。そうですか。ならそうさせていただきます。怒りを抑えながら言うと、ははは、大変だな。派遣社員は後で泣きついてきても知らんからな。社長はそう言って俺のことを見下して笑った。その後1ヶ月が経ち、派遣の更新が切れて俺は今野の会社を退職した。するとある日一本の電話がかかってきた。あの横暴社長今野からだった。辞めてからしばらく経つから今さら何なんだ。無視しようかと思ったがあまりにもしつこいので仕方なく電話に出た。すると、ああ、木村、やっと出たな。おいお前、一体どうなっているんだ。うちの会社の株が大暴落だぞ。電話からは焦った彼の大声が鳴り響く。え、大暴落？そうですか。そうですかじゃない。お前、うちの会社の筆頭株主だったそうじゃないか。なんで早く言わないんだ。大声でわめく今野。その言葉を聞いて俺は思わず苦笑してしまった。彼の言っている話は本当だ。なぜ派遣社員の俺が筆頭株主だったかというと、理由は俺の父親にある。俺の父親はある木材会社の社長をしており、いくつかの関連企業の筆頭株主を務めていた。そして今野の会社の筆頭株主にもなっていたのだ。数年前、父は体を壊して入院した。その時、今後のことを考えて自分の保有する株の一部を俺に譲渡したのだ。その時父は、株を渡した会社のうち今後業績が見込めないものはお前の判断で売ってしまって構わんと言っていた。そして父は俺が父の木材会社を継ぐ修行の一環として株を保有している企業のどこかで身分を隠して働くようにと命じていた。そこで俺は今野の会社に派遣で就職し、そこで働き始めたのだった。そして俺は今野が会社の中でやりたい放題にやっていることを見て、最終的に今野の会社に見切りをつけたのだ。今野も自分の会社の筆頭株主が関連会社の社長だということは知っていたようだが、まさかその株が息子に譲渡されていて、その息子が俺だということまでは知らなかったらしい。まあ普通は自分の職場の部下が株主だとは思わないだろうからな。今事実を知って電話の向こうで大慌てになっている今野の姿に俺は思わず笑ってしまった。ちなみにもう知っていると思いますが、俺は保有していた株をすべて売却してしまったので、現時点では筆頭株主でも何でもないですよ。それにそもそも株の大暴落の原因はあなたにあるんじゃないですか。なんだと？今野の家具メーカーの顧客のうち、特に高級品志向の人々の中には株を持っている富裕層も何人かいた。そういう人たちは今野が社長代理になってから店のサービスが雑になり、
商品の品質が低下していることに疑念を持っていた。そんな彼らは筆頭株主の俺が今野の会社を見限って株を手放したことを知って危機感を感じ、損失を最小限に抑えるために自分たちの持っている株も手放したのだという。今野の経営手腕はあまりにもひどくて信頼されておらず、今までついていた株主を引き止めることができなかったのだ。おい、木村。いや、木村さん、お前木材会社の社長の息子だったんだってな。今まで大株主だったお前ならなんとかできるだろ。もう一度俺の会社の株を買い戻して筆頭株主になってくれ。このままじゃ資金繰りにも困って業績不振は確実だ。銀行にもそっぽを向かれてしまう。電話の向こうで懇願する今野。だけど俺は、申し訳ないですが、あなたの会社はたとえあなたが社長を辞めたとしてももう立て直せないでしょう。あなたの会社の価値は本当にいいものを厳選して売ることだった。だけど例のペルシャ絨毯の件のように独断で重要な取引先との契約をいくつも切ってしまった。そのせいで販売する商品のレベルが低下していて、これを前の水準に戻すのは困難だ。今になってあなたが契約を切った取引先がまた契約してくれるわけがないでしょう。また修理交換をなくしたり、手数料を値上げして今までファンとしてついてくれた富裕層や高齢者の信頼も失ってしまった。俺はそんな会社の株を買うつもりはありません。はっきり言ってやると。そんな、そこをなんとか頼む。この会社が潰れたら大変なんだ。実はギャンブルで作った借金があって。今野は会社の次期社長であるということに味を占めて、身の丈を超える出費やギャンブルを繰り返していたそうだ。特に海外のカジノで遊んだお金のせいで目の玉が飛び出るような額の借金を抱えているらしい。彼は電話の向こうで必死に助けてくれと叫んでいたけれど、俺は冷たく断り電話を切った。その後、今野から電話があって、しばらくして病院に入院していた前社長が亡くなったという話を聞いた。横暴な経営で会社をめちゃくちゃにし、大借金を背負っている彼は、頼みにしていた親戚からも呆れられてしまい、父親の葬儀が終わると感動されてしまったそうだ。奥さんとも離婚したという。10年後、今野の会社はその後経営を立て直すことができず、競合他社に買収されて、今野は社長をクビになった。横暴な彼は再就職もできず、借金を抱えて路頭に迷い、ついにはホームレスになってしまったらしい。俺はその後木材会社である実家を継いで経営をしている。そういえば以前今野の会社で取引先だった絨毯バイヤーのアリさん、会社にいた時には今野のせいで取引中止に追い込まれてしまったが、実は今でも俺との親交が続いている。共同で絨毯の展示会や即売会を行うこともあるくらいだ。彼の工房の絨毯はやっぱり人気が高く、即売会はいつも大盛況だ。お客さんに本当にいい品物を届けられるように、これからも仕事を頑張っていきたいと思う。